皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はアメリカの政治。ニューヨークで34歳イスラム教の移民系の男性が当選したことからかなり話題になっています。この背景についての解説をしておきましょう。日本のインターネット上においてはイスラム系の新首相ということもあり、イスラム教徒による侵略が始まった的な意味で界隈の人たちがざわついています。人それぞれどこのポイントを見て注目しているかというのが違うわけですが、まずは地上波のニュース報道において注目されている理由というのが、まずは民主党の新人、それも若い人物が当選したということです。当初は、非常に知名度も低く支持率も低かったことから注目されている人物ではありませんでした。選挙が進んでいく段階において多くのボランティアや若者を巻き込む形で運動を盛り上げて、最終的には勝利を勝ち取っています。その主張というのが、自称民主社会主義というような枠組みで自分を定義し、より人々の生活に根付いた、徹底的な福祉政策を用いて、ニューヨークの多くの貧しい人たちも暮らしやすい社会にしようということを訴えかけています。ただ、そうした標語だけでは、とてもではありませんが、勝利に結びつけるのは難しかったでしょう。まずは彼が勝つことになった全体の状況から理解しておく必要があります。まず第一に彼は民主党系の候補者です。前回大統領選挙においてはトランプ大統領が共和党系から出て、そして勝利しました。しかし、ここで覚えておかなければならないのが、なぜトランプ大統領が勝てたかです。それは、その前のバイデン政権時代、つまり民主党政権下における政策として非常に行き過ぎた人権活動が前面に押し出されるといったことがありました。様々な面で少数派の人たちの権利や人権といったものを守ろうという活動は大事ですが、それが行き過ぎてそれが権利化し、さらには武器化されることによって少数者の意見や権利をないがしろにする、もしくは尊重しないのであればお前は差別者だというようなかなり強引な攻撃を行うような人たちも現れることによって、かなりアメリカ国内において分断が進みました。そうした問題点といったものが民主党が抱えていたわけですが、多くの人々にとって重要なのは、まずは生活面における問題を解決してほしいという願いです。そのポイントをまずはトランプ大統領は徹底的につきました。バイデン政権下において人々の暮らしが厳しいのは、物価高について全く無策である。バイデン大統領はボケている。このような人物にアメリカ政治を任せてはならないという話をしました。また、中産階級が没落している理由として、アメリカ国内における製造業などをはじめとした多くの人々を雇っていた産業が廃れてしまった。これを取り戻すためにも、私は様々な政策を打つ。私に任せてくれば大丈夫だといったような形で多くの人々に訴えかけたわけです。一方で民主党はこうした人々の生活に根ざした政策を十分に打ち出すことができず、結局理念や人権といった従来の政策にこだわり続けてしまいました。さて、そのようにして大統領選挙においてはトランプ大統領が勝利。共和党は現在上院下院両方においても優勢な状態を維持しています。ところがトランプ大統領は偉大なアメリカを取り戻す、雇用をアメリカに取り戻すんだとして採用した政策はトランプ関税です。世界中の国々から様々な安い物品が入ってくることによってアメリカにおいて製造業が全く立ち行かなくなってしまったではないか。このような状況を変えるためにもトランプ関税という非常に高い障壁を設けることによってアメリカ国内で物を作れ、それによってアメリカ国民を雇いなさいといったようなショーを行ったわけです。ただしこの政策においては非常に重要なのはすぐには戻ってこないし、アメリカ国内に戻ることが困難な安い製品群もたくさんあります。そのために物価高を抑えることができない状況といったものが今も続いています。ですから、もう随分と大統領就任して以来様々な政策を打っているはずなのに、物価高について全くブレーキがかかっていないではないか、むしろインフレが進行し続けているではないか、悪化しているではないかといった思いを持つ人たちも多くなっています。さらにこの状況に今、悪い影響を与えているのがアメリカ政府機関の閉鎖状態が続いていることです。多くの人々にとって連邦政府がどうなっていても普段の生活に関係ないんだったらいいよねというような意見を
持つ人もいます。しかし実際にはアメリカ国内においては貧しい人々はたくさんいます。フードスタンプと呼ばれるような食料支援という仕組みがあるのですが、連邦政府が停止状態に陥った今になってば、そのフードスタンプの発行にもいよいよ限界が来て、今日食べるものにも困る人々が続出するような危険な状態に陥りつつあります。さらにこのような状況と全く別の動きとして、トランプ大統領周辺の動きとしては非常に豪華なハロウィンパーティーを開いたり、もしくはホワイトハウスにおける改築なども進めていますが、これもまた非常に豪華な宴会場を作ろうとしています。いわば一般庶民の人たちの暮らしが苦しいのにもかかわらず改善されないままで、一方でトランプ大統領は全くそのようなことを意にも介さず、非常に豪勢な暮らし売りをしていることが報じられるようになっているわけです。さらにここにもう一つ問題があるのが、アメリカ国内における貧富の格差を全く是正できていないという問題があります。ダウジョーンズにしてもナスダックにしてもそうなのですが、株価については特に非常に高い状態が続いており、それによって企業創業者たちの保有資産額は非常に凄まじい額になっています。上位陣は何兆円レベルでの個人資産を保有しており、これらの人たちは当然のように死ぬまでお金を使い続けてももはやなくなることがないかもしれないぐらいの勢いでお金を保有しています。あくまでも株式ですから時価評価額ではありますが、その株自体を担保にしてお金を借りれば、お金について区別をすることに全く苦労がないとさえ言われています。一方で多くの庶民においては、先ほども述べたようなインフレによる生活苦といったものが続いているわけで、そこに全く明るい展望が描けないような状態になっています。さてここで民主党政権だったから悪かったはずのこうした物価高問題に対して、共和党政権になっても全く問題が解決されず、連邦政府は閉鎖されたままで、事態解消のめども立っていない。フードスタンプについて得ることもできず、食べ物についてさあどうしようかといったような状態で、教会で配られる食事に人々が殺到する事態になってしまっています。さて、このような背景があるからこそ、ニューヨーク新市長となったマムダニ氏の意見といったものが多くの人々に響くこととなります。彼は非常に富裕層に対する攻撃を強めています。先ほども述べたように、貧富の格差の拡大といったものがある一方において、人々がより暮らしが厳しいとなっているわけですから、票数で考えれば圧倒的に多くの票を持っている中間層やその下の人たちの方が数としては圧倒的になっています。その人々に向けて富裕層や大企業に対する増税を行って、その増税で得たお金を元にして貧困層や低所得者層に対する手厚い福祉を実現しようという政策を訴えたわけです。ですから構造問題として、そもそも彼が移民だからとか、もしくはイスラム教徒だからといったところが勝因になったわけではありません。人々が苦しいという思いを抱いている時に、その苦しさについて全て解消してみせますよという、いわばバラ色の絵を見せることによって、そこに適合する人たちと思いを乗せて彼が多くの票を集めたというわけです。ですから、ニューヨーク新市長、マムダニ氏が誕生したその背景としては、私はトランプ大統領の政策のその月がここに来て現れてしまったと感じています。さて、それでは、マムダニ氏どんな人物か報道も見ておきましょう。マムダニ氏は1991年、東アフリカ・ウガンダの首都カンパラで生まれたインド系のイスラム教徒で、父親は国際関係と人類学の学者、母親はアカデミー賞へのノミネート経験もある映画監督という家庭に育った。ニューヨークには7歳の時に家族で移住。ノーベル賞受賞者も多く輩出した成績優秀者向けの公立高校に通った。ここでは南アジア系の生徒らにとって親しみが深いスポーツ、クリケットのチーム設立に尽力。リベラルアーツの学校として評価の高いアメリカ東部メーン州のボーディン大でアフリカ研究を専攻。2014年に卒業。在学中にはパレスチナを支援する学生団体の支部を設立。卒業後は非営利団体で住宅差し押さえの危機にある低所得者層の住民を支援するカウンセラーとして働き、相談に乗ったり金融機関との交渉になったりした。2018年にアメリカの市民権を取得。マッチングアプリで知り合ったシリア系のイラストレーターの女性と今年結婚した。ラッパーの一面もある。高校時代からラップを始め、ヤングカルダモンなどの
異名で友人と活動、自らのルーツをテーマにした楽曲も作り、リリースしてきた。母親の監督作品に音楽担当として携わったこともある。政界との最初の関わりは2015年、市議選候補者の選挙運動ボランティアになった時だと伝えられている。自身は2020年に州議会議員選挙に地元の選挙区から出馬して当選。バスの無料化制度の施行実現やタクシー運転手の権利保護などで実績を積んだ。過去には警察予算の減額を訴えたことがあった。2020年にミネソタ州で黒人男性が白人警察官に首を圧迫されて死亡した事件で全米に批判が広がった際にはニューヨーク市警察についても人種差別的などと批判したことがある。今回の選挙戦では当時は苛立ちの頂点にあったと発言を撤回し謝罪。人員削減は考えていないと強調した。この部分、まず過去の発言として警察に対して批判的な態度を取ったことから、その時は警察に代わるものもしくは警察を補助するものにもっと予算をかけて、警察それ自体に対する予算を圧縮してはどうかというような発言を行っていました。現在のニューヨーク市長選挙の時にはこの主張は公約には入っていないのですが、過去の発言をそのまま引きずっているのではないかということで、現在も批判されるポイントとなっています。ですからここのポイントについては、彼の心の中では思っているかもしれませんが、表向きは警察の予算削減は入っていないと理解しておく必要があります。政治家になってもパレスチナ問題には力を入れてきた。イスラエル政府への抗議活動などを行い、パレスチナ自治区ガザで軍事衝突が始まった2023年にはハンガーストライキをしたこともあった。ニューヨーク市はユダヤ系住民が多く、パレスチナ問題には敏感で、反ユダヤ的などとも非難されたが、アムダニ氏は、ユダヤ系も含めた全ての市民のための主張になると述べ、外交問題ではなく市政に集中すると強調してきた。集会ではユダヤ教の宗教関係者やユダヤ系の地元政治家が支持を呼びかける姿も見られた。この部分についてもいわゆる現在でも批判されるポイントとなっています。イスラエル政府への抗議活動、つまり反イスラエル的ではないかといったことから、彼自身がイスラム教徒であり、さらに反イスラエルといったこともあって、彼がニューヨーク市長になることによって、ニューヨークがイスラム教的な政策で埋め尽くされるのではないかと考えている人たちもいます。例えば 9.11 アメリカに対する同時多発テロ事件の時はまさにそのイスラム系の武装組織アルカイダによる犯行だったということもあり、そのようなことを忘れてしまったのかとイスラム系のマムダニ氏が当選したことに対して異を唱える人たちもいます。ただし彼自身がアルカイダのメンバーではありませんし、また彼がイスラム原理主義者だという非難をする人もいるわけですが、この点については全くそのような証拠は出てきていません。まず第一にアムダニ氏についてなのですが、彼自身がイスラム原理主義者ではないのは、彼の行動や彼の妻を見ればちょっと明白ではないかと私は思っています。というのも、彼は今回の選挙において、いわゆるユダヤ系の人たちともかなり交流を持ち、そしてユダヤ系の団体やメンバーたちからかなりの選挙応援を受けていました。本当にイスラム原理主義者であるならば、そもそも会うことすら嫌でしょうし、ましてや応援してもらうという関係性を構築することも不可能でしょう。また、民主党系的な少数意見者たちの擁護という意味においても彼は活動していることから、LGBTQ の人たちとの交流もあり、これらの人たちの権利擁護などについても話しています。これもまたイスラム原理主義者たちとは全く異なる点です。例えば、イスラム原理主義者と知られる ISIS の活動家においては、その制圧地域においては、同性愛者については、これを次々と殺害することで知られています。私自身も ISIS の公開しているビデオについてはかなり見たのですが、同性愛者については様々な形で殺害されてくる様子を見ました。生きたまま爆殺されたり、ビルから突き落とされたり、切り落とした頭でサッカーのように遊ぶような IS メンバーの姿などもインターネット上で公開されるぐらいでした。そのぐらいにイスラム原理主義者の人たちの一部の人たちではあるものの、ものすごい行動をとるものです。また、マムダニ氏の妻の様子も見れば、イスラム原理主義者とはかなりかけ離れているなというのを私は感じます。例えばこちら、夫妻で登場している場面なのですが、女性の姿に注目してください。服装を見れば明らかなのですが、非常に肌が出ています。一般女性としては別に普通の話なのですが、これがイスラム原理主義者というような括りで見た場合においては、これはちょっとありえない姿です。夫妻の姿、こちらの
同様にして肌は出ています。こちらについても同様です。では実際に ISIS やイスラム原理主義に近いタリバンでの女性たちがどのような姿をしているか。こちらは ISIS がかなり勢いを失った後、シリア国内においてその妻たちが収容所に押し込められているところ、完全に帰郷しているような状態ではありませんから、もはや収容所から出すこともできないような状態になって彼女たちは暮らしています。こちらはタリバン政権下における女性たちの姿。服装という面においてはいわゆる世俗的な意味においてヒジャブといったようなものを被る女性たちもいますが、それは基本的には髪を隠すといったようなもので、完全に顔を見せないであるとか目も見せないといったようなところまで進むわけではありません。しかしイスラム原理主義者の一つの特徴としては、女性の権利を抑制する、拘束するといったような形で非常に権利を奪うことで知られています。このような考え方をしている男性と結婚した女性に対して、今の夫人の姿を見て、これはイスラム原理主義者の妻だなと思える人は多分誰もいないでしょう。ちなみにこちらは中央にマムダリ氏とその左右にはユダヤ教の超正統派の人たちが並んでいます。ちなみにインターネット上ではこうしたどう見たってイスラム原理主義者ではなさそうだなと思える人物に対して、彼がイスラム教徒であるからして、これによってニューヨークにおけるビジネスや経済活動、そして生活全般においてイスラム法に基づいて規制がかけられるのだという主張する人たちがいます。例えばインターネット上ではちょっと有名人であるメイロマ氏。これに対して私がつけた X でのコメントがこちら。ニューヨークで豚骨ラーメンが食べられなくなるのか。これに対してメイロマ氏がおそらくなりますと言っていますが、メイロマ氏が活動拠点としていると自称するロンドン市長はイスラム教徒のサディク・カーン氏です。2016年に市長に当選、2021年に再選、2024年に再選といった形で2016年の市長選に勝利して以来、現在でもイスラム教徒のサディク・カーン氏が市長です。この間ロンドンにおいて豚骨ラーメンが禁止されたという話は存在しません。ロンドンのおすすめ豚骨ラーメンはというような検索をすると、日系の豚骨ラーメン屋さんの名前が次々と上がってきます。ちなみにこうしたイスラム教徒の市長といったもの、もしくは首相といった人物も存在していますが、だからといってイスラム法に基づく政治体制や、もしくはその政治が押し付けられているといったわけではありません。というのも、イスラム教徒が多い国々においても、トルコやインドネシアなどにおいても、じゃあ法律がイスラム法で全部決められているかといえばそういったわけではなく、宗教は宗教として存在しますが、国家体制としての法律は法律で全く別のものとして制定され、改定されていきます。で、このことを理解するためには、基本的にはイスラム教徒イコール全員が全員原理主義者ではないし、イスラムの教えそのものについてはどこの誰によっても変わらないわけですが、その解釈やその適用具合については全く人々や地域、国によって異なるということを理解する必要があります。で、なぜそのようなことをわざわざ言うかというと、全くそれを0か100でしか考えられない人というものが存在するからです。そして動画の一番最初でも述べましたが、マムナリ氏が勝利した原因というのが、そもそもアメリカにおける物価高という人々の生活を苦しめている状況がずっと続いており、それが民主党政権においても共和党政権においても続いていること、さらには格差の是正が全く進まず、金持ちたちはどんどんと金持ちになり、一人当たり何兆円、何十兆円というレベルまで資産を持っている人たちがいる一方において、働けど稼いだ収入のほとんどが住宅や食費だけでもあっという間に飛んでしまうというような状況も人々を苦しめているわけであり、この状況を改善しない限りは人々の不満といったものは極端な政策に魅力を感じやすい状況を生み出しているわけです。さて、それではマムナリ氏が訴えた主な政策について、先ほど述べたように物価高対策として家賃の凍結、ニューヨーク市内では賃貸アパートの半数近くにあたる約100万戸が家賃規制制度の対象となる。家賃の上昇幅を決める委員会の委員に自身と同調する委員を任命して実現する。公営バスの無料化と高速化。基本的に1乗車 $2.9、約
440円で遅延も頻発し、批判が根強い。これを無料化するとしています。すべての人を対象にした保育の無償化。市内は保育園の年間利用料が乳児クラスで約400万円に上るなど高騰。無償保育制度の適用開始年齢を現在の3歳から生後6週間に引き下げ、かつ全ての希望者を対象にする。市営のスーパーマーケットを設立。商品を卸価格で販売し、家計負担を軽減させる。大企業や富裕層への増税。大企業に対する州の法人税を 7.25% から隣のニュージャージー州と同じ 11.5% に引き上げ、年収約1億5000万円以上の住民の所得税も 2% 上げる。ただし、州議会と州知事の承認が必要である。このようにして基本的には、まずはお金持ちの人たちに対する増税、大企業に対する増税、一方において福祉制度を拡充するといった政策を打ち出していることから、いわば困っている人たちを救いますよということばっかりを言うようになっているわけです。基本的にお金がいくらでもあれば福祉政策をどんどんとやるというのは、ある意味あり得る話です。例えば天然ガスがバンバンと出る中央アジアのある国においては、基本的には、ほとんどの生活コストを政府が全部肩代わりしてくれるといったような国などもあります。ただ、ニューヨークにおいてこの政策を実現した場合において、果たしてお金が足りるのかといった問題が発生することでしょう。また、富裕層や大企業に対する増税の強化といったものは、お金に困っている人たちや低所得、中産階級の人たちから見れば、あいつらは儲けすぎだというような不満から、非常に賛成意見が多いのも同様です。このことは日本に当てはめてみても同じでしょう。大企業は儲けすぎている。大金持ちからもっとお金を取るべきだという意見は日本国内にも非常に根強く、彼らに対する増税をすることに対する反対意見といったものはなかなか支持者が集まらないような状況です。例えば、企業に対する法人税を引き下げないと、国際環境下においては安い法人税の国に拠点が移ってしまうという問題があります。しかし、現在においても法人税を引き下げようと思えば、企業ばっかり優遇して国民のことを何にも考えていないのか、この政権は、といった具合にして批判が出ます。これは別にお金持ちについても同様で、世界には所得税的なものについてもとことん引き下げて、ほとんどの税について免除するような国もあります。お金持ちさえやってくれば、自然に生活している分だけでも落としてくれるお金が圧倒的に多いことから雇用を生み、それによって個人からお金を取らなくてもいいという考え方を持つ国もあるわけです。ちょっと仕組みが違うわけですが、そのようにある意味税金の引き下げ競争といったものも国際面においては発生しています。ニューヨーク州における今回の個人と企業に対する増税案について言っても、法人税であれば隣の州と同じにしますというだけですから、ものすごい勢いで大脱出が起こるというような話というのはちょっと考えづらい面があります。また、極端な話、お金持ちであればあるほど税金には敏感であり、そもそもニューヨークに住んでいない可能性すらあります。アメリカには州ごとに税体系が異なっていたり、税率が違うといったこともあり、とにかく安く済ませたいという人の場合だと、そもそも拠点としてニューヨークを選んでいない可能性すらあるわけです。逆に言えば、ある程度の税金について別に払っても構わないというような考え方をしている人の場合であれば、少々上がったくらいでといった感じで、あんまり影響がないかもしれないわけです。とはいえ、今回の一件をもってして、右派にしても左派にしても、様々な反応が出ているわけですが、見逃しがちなのはやっぱり何と言っても、生活苦に直結する経済問題であるインフレ対策といったものが十分でなければ、極端に人々の生活改善につながるような意見を出せば、それが大きな人気を集めるという傾向はこれからも強まっていくことでしょう。そしてこれはアメリカだからこそ起こっている話ではなく、日本においても同様です。不満が出ている、もしくは不安な問題に対して私に任せれば全部解決だというようなことをはっきりと述べる人物というものは、非常に支持を集めやすい状況になっています。特に現在においてはインターネット上においてその拡散力といったものが強化されていますから、なおさらのことです。インターネット上ではニューヨーク新首相がイスラム教徒ということもあり、これでニューヨークではイスラム法に基づく政治が行われるのだというようなことを述べる人もいるわけですが、実際には世俗派と見られるこの人物がイスラム法に基づいて厳格な何かを行うというのはちょっとないでしょ
そもそも市長になったからといって議会もまた存在するわけなので、何でもかんでも自分で全てを決められるというわけでもありません。そのことはロンドン市長がイスラム教徒であったとしても、別に豚骨ラーメンも食べられるし、お酒も飲める世界であることに何ら変わりがないことと同じです。ただし忘れてはならないのが、こうしたイスラム教徒がといった話とはまた別に、欧米においてじわじわっと影響力を拡大しているのがビーガンやベジタリアンの人たちの影響力です。イスラム教徒の人たちがハラルを求めるのと同様にして、ビーガンの人たちが肉を食うなというような主張を行い、その影響力というものはじわじわと拡大しています。これは豚肉を食うなとかいう話ではなく、肉全般について食うなというような話をしている人たちが、より過激に権利主張を行っています。民主党政権下においてはこうした少数意見者の意見といったものを尊重するべきだというような風潮がありました。現在の共和党政権になってからは違うのかと言われれば、ビーガンの人たちの自分たちの推しの強さといったものは別に今でも変わっていません。日本国内においてはこうした活動といったものは低調ですが、アメリカ国内においてはちょっと警戒しなければならないレベルで存在していることを忘れてはなりません。日本国内においてはどうしても宗教とはまた別の問題でしょといった具合にして、このビーガンの人たちの活動については見過ごされているわけですが、その主張の激しさといったものはちょっと危険なレベルだということを忘れてはなりません。というわけで、ちょっと話が長くなったのでこの辺りにしておきましょう。今回はニューヨーク新市長に若い民主党系の候補が当選しました。イスラム教徒であるといったこともあって、外国人問題に敏感な日本人の間では結構話題になっているようです。しかし、彼がイスラム教徒だからこそ当選したというわけでもないし、また彼が市長になったからといってニューヨークにおいてみんな女性がヒジャブの着用を義務付けられたり、女性が大学にはもう進学が許されないといったような強権が発動されるといったわけでもありません。このあたり冷静に状況を見ておく必要があるでしょう。とにかく煽りたい人たちはタリバン政権のような政策が実施されるかのような話をするわけですが、そういった話ではないといったところを押さえておくべきポイントです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。